やばい、うわ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 。目的地は左側です。お疲れ様でした。や増加の桜もですね、はい、おうちお花見ご用意しております。
加湿器をずっと入れてるんですけど、湿度はだいたい40から 50% ぐらいを保ってくれてます。これつけないと絶対 30% 台までいってしまうので、気づいたら加湿器が止まってました。充電が切れたんだと思うけど、5、6時間ぐらい使ったかな、連続の噴射で。湿度が 30% 台になっちゃってる。充電しながらも使えるみたいだ。LED のライトをつけてたから早かったのかな。これを使わなければもっと持ちはいいのかもしれない。マイナス11度。
水がほぼなくなりましたね。何センチ積もったんこれ。看板。こんな時に限ってなんかこの手袋が見当たらなくて、どこ行ったんやろ。
焼けてる。あ、まだある。あ、また積もってる。全然出てこない。どんだけ積もったんこれ。やばい。うわうわうわ。ここまでご覧いただきありがとうございます。恒例のコメント紹介です。前回の動画ですね、元野良猫のグルにハーネスをつけるチャレンジをしましたっていう動画にいただいたコメントを紹介します。励ましのメッセージとともにスーパーサンクスをいただきました。こちらはグルのおやつやご飯などに大切に使わせていただきます。ありがとうございます。本当グルのハーネスチャレンジがね、全然うまくいかなくてですね、励ましのコメントだったりアドバイスをたくさんいただきました。
あと参考になりそうな YouTube チャンネルの情報をくださった方も何人もいて、本当にありがとうございます。ウメスティンチャンネルさん、海子さんこんにちは。炊飯器のパスタいいですね。車中泊すると茹で汁の捨て方が難題です。海子さんを真似ていろいろと試してみたいと思います。いつも海子さんのお料理を参考にさせていただいています。野菜を導入するのがなかなかね。カット野菜にドレッシングをかけて食べるようにしていますが、もっと低カロリー低予算で作っていきたいです。グルちゃんのハーネス長期戦になりそうですが、また状況動画を見せてくださいね。ありがとうございます。前回の動画で炊飯器でパスタを作るっていうレシピをですね試してみたんですけど、普通に作れていや本当に目から鱗っていうか、まさか炊飯器でパスタが作れるとはっていう感じでですね驚きました。初めてだったのでね、麺が柔らかめだったんですけど、次作る時は加熱の時間調整してもっとうまくできるんじゃないかなと思います。本当にウメスティンさんおっしゃる通りでね、茹で汁を捨てなくていいので車中泊でもいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。切れ味の悪いトキさん、サバ缶で料理している時にくしゃみをしてて小声で花粉って言ったのがなんか可愛くてクスッとなりました。私の妻も花粉症で長年悩まされています。何か対策や予防などしていますか？ありがとうございます。花粉症ですね。もうついにこの時期がやってきてしまいましたね。特別なことはやっていなくて、もう花粉症の薬を飲むっていうのと、あとは鼻洗浄っていうんですかね、食塩水で鼻の中を洗うっていうのを朝起きてからと夜お風呂入る時にやってますね。もう物理的に洗い流しちゃうので結構すっきりするのでやってますね。ほんとなんとかなんないのかなって思いますよね、毎年。やっぱ寝る時に鼻の内側がムズムズして気になって寝れないとやっぱ辛いなって思いますね。はい、ありがとうございます。763なるさん、海子さんいつも楽しい2人の動画見させてもらってます。私も猫の散歩を2年前からしています。今お使いのハーネスはパニックになった時など簡単に抜け出しますから気をつけて。紐タイプの首と前足につけるタイプが一番抜けにくいです。ありがとうございます。2年前から散歩されているんですね。羨ましい。憧れですよ抜ける時は抜けてしまうっていう話は聞きますよね。つけれていざ外に出るってなった時は本当気をつけなきゃなって思ってるんですけど、買う時にいろいろあってどれを買っていいかちょっと分かんなくて野良猫チャチャで使ってるやつをとりあえず買ってみたっていう感じです慣れてきたらね、いろんな別のタイプなんかも試してみれたらいいなと思います。ありがとうございます。マティルダマンゴー43323、 Google 翻訳で翻訳してみたんですけど、グルちゃんが喉をぐるぐる言わせてる音が発電できたら停電が起こっても心配する必要はありません。確かにいけますね。はいいやちょっと面白くて笑ってしまいました達夫にもこれ見せて笑ってました喉をよくぐるぐるぐるって言わせるんですけど、もうそれがまさにこのグルっていう名前の由来なのでね。はい、ありがとうございます。パリカライシアさん、リシアさん、間違ってたらごめんなさい。こんにちは。いつも楽しく拝見してます。特にグルちゃんの鳴き声にとても癒されております。動物と災害は私もいつもいろんなこと想像しちゃいます。バッテリー欲しいなと今回の動画でさらに思いました。我が家のワンは防災リュックは作りました。モンベルのペットリュックにカリカリと薬や目薬、折りたたみ食事用食器、リードとお気に入りのタオルを入れてリビングに置いてます。いざとなったらワンコとリュックだけでもひっつかんで逃げれるようイメトレしてます。いやこれはすごい参考になりますね。ワンちゃんの防災リュック、なんかペットリュックっていうのがあるんですね。いつも飲んでるお薬とかある子だったらやっぱそれは用意しとかなきゃいけないし、折りたたみの食事用食器、私も一応グルちゃんのやつ持ってて、あれは便利そうですよね。何か起きた時にとっさに的確になんか必要なものを詰めて逃げるって難しいんで、やっぱり事前に用意しておくっていうのは絶対大事ですよね。ありがとうございます。今回ご紹介した以外にもたくさんのコメントをいただきました。皆様ありがとうございました。次回は今回の動画の続きということで、また長野を旅する動画になります。それではまた次回ご視聴ありがとうございました。